く決めました。スワップ金利で暮らしたいので FX で長期トレードをやります。寝てるだけでお金持ちです。はい、死亡フラグ。鬼丸くん、FX がどういう市場か分かってます？通貨ですよね。為替は国と国の綱引きです。一方的に上がり続けたら困るからレンジになるので、最終的には戻ってくることが多いんですよ。株なら長期でいいですけどね。FX で何も考えずに放置は自殺行為ですよ。第2章では市場に合った正しいスタイルの選び方を叩き込みます。いいですか？ S&P500 みたいな株価指数は人類が成長する限り上がります。だからガチホでいいんです。いや、ごめんなさい。ちょっと違うな。株価指数も暴落するときはとんでもない。ただ、傾向としては一方方向へ動こうとする。だからバブルが終わるまでね、行けるところまで行く。でもドル円を見てください。上がったり下がったりして、結局真ん中に戻るでしょう。確かに。何年も持ってて戻ってきたら、プラスマイナスゼロってこともありえますね。だから外貨の定期預金とか今やっている人は少ないんじゃないでしょうか。株の積み立てはしているのに。そういうことです。FX やるなら短期からスイングでサクサク利食いする。で、長期で持ちたいなら株価指数をやる。これが鉄則ですね。確かに金利の急変で戻ってきたり、スワップがなくなったりすることもあるので、よく見てみます。ここからは裏話です。今日はスワップ投資で800万損したという話。いつも題材にして悪いんだけど、私の友人の A 君。彼は5から6年前かな。あの時はランド円をスワップ目当てで買っていて、結局空れに空でずるずると800万円待ってて、嫁にも言えなかったって。それは言えないですね。尾行安定になっちゃいますもんね。大丈夫だったんですか？いや、彼はね、私なんかより100倍投資家なので大丈夫です。今年なんかはまたスワップ投資にチャレンジして、過去最高益って喜んでいたので、2ヶ月で軽く1000万円くらいは稼いだんじゃないかな。ただね、それはスワップもつくけど、利幅を稼いだわけなので、スワップはおまけに過ぎないんだよ。どういうことですか？そもそも金利のつく方に動きやすいのが為替なので、方向性は合っていた。そして今年はドル円が上昇して157円、日経平均が6万円まで上昇と調子が良かった。ここが肝なんですね。つまり高金利通貨はリスクに敏感。だからタイミングを間違えると金利どころかやられまくるってこと。マーケットの具合が悪い時にスワップ投資をやると、ドル円なんかより随分ひどいことになってしまうんです。けれども、日経平均が上昇する時というのは、クロス円も上がりやすい傾向にあります。だからね、クロス円でスワップ投資やるときは、日経平均が上昇するのか、この点にめちゃくちゃ気をつけた方が良い。これを覚えておいてください。なるほど。日経平均は気がつきませんでした。他にも金利がつくところは、どこだろう。オーストラリアとか？そう、オーストラリアは今年また利上げしたし、ランド円より安定してるよねって。彼は今年トルコ円で稼いだみたいだね。もうちょっとよく考えてからスワップ投資に挑戦してみます。よし、残りはまた第1章のように短い話を少しやってエンディングソングです。またジェミニにクソダサい歌を作ってもらったので、ぜひ聴いて帰ってください。そうそう。次の3章からは歌がめちゃくちゃかっこいいのでお楽しみに。高値を更新した瞬間に、いけーって買うのが気持ちいいんですよ。おら、こりゃ。買った瞬間に下がって損切りになるんですよね。なぜバレたし。ブレイクアウトは騙しが多いんです。焦って飛びついた人がカモになって下がってくるわけですね。で、損切りしたところがおしめ。プロが冷静にそれを拾う。これがおしめ買いです。そんなカモになりたくなければ焦らず待つのも仕事ですよ。鬼丸くん、含み益が乗った時何を考えます？このまま倍になれってニヤニヤしながら見てるかも。僕のホールド力、鬼えぐいでしょ？その川山用をしてる時が天井です。目標値まで行ったら
必ず戻ってきます。必ずは言い過ぎかもしれません。ですが、狂乱の熱狂相場でない限り、まっすぐは伸びません。ジグザグに進むものです。ある割合、フィボナッチの割合戻り長が進む。特に為替相場はレンジが多いので気をつけてください。株価指数や個別株、商品市場などは伸びるときは一方方向ですが、為替は、もちろんトレンドが出るんですが、言うても何年もかけて奇跡的に2倍とか、そんな感じです。何度も戻りながらね。どこで降りるかを最初に決めていないと、戻ってきた時に、せっかくの利益がってパニックになるんですよ。でも大野さん、待ってる間に相場が動いちゃったら悔しいじゃないですか。それがポジポジ病の原因です。バスは乗り遅れても次のバスが来ます。でも無理に乗ろうとして事故ったら、資金を失ったらもう二度と乗れません。なので自分の得意な型が来るまで地蔵のように待つ。これが中級者への第一歩です。地蔵。動かざること山のごとし。ですね。第2章はここまで。単なる手法の話じゃなくて、資金を守るための戦略の話でした。僕、FX で長期保有しようとしてたのが危なかったです。これからはスイングで回転させます。よろしい。では次は、皆さんが大好きなインジケーターの話です。RSI とか MACD とか、画面にいっぱい表示して喜んでる人たちをカモにする方法を教えますよ。カモにする方法？ブラックな響き、楽しみです。I want that swap rate life, just sleep and make a dime. Hold up, that's a death flag. FX is a different time. Currencies will range, they always pull back to the line. Wanna hold forever, pick an index, that's just fine. Don't chase the breakout, don't be a fool. Buying at the top is against the golden rule. Wait for the dip, let the amateurs fall. 大野さん、僕トレーでサクサクサクと億万長者になり